はい、こんにちは、藤井武雄です。今回お届けする内容というのが、コピーライティングは起業家に必要かどうか、というテーマで、特に私は結論から先に言うと、コピーライティングは必ずしも必要ではないっていうことを先に言っておきます。で、今回ですね、本題であるコピーライティングはいらないっていう過激なテーマ、話をしていきたいなっていうふうに思っているんですが、コピーライターを敵に回すようなことを言っているわけですけど、ここで私が言いたいことっていうのは、特にこれからスモールビジネスからスタートして、ビジネスを組み立てていきたい、そういう段階においてコピーライティングを高度なまでに学ぶ必要はない。いわゆる例えば、私のクライアントにもいましたが、1回のセミナーで30万円のコピーライティングのセミナーがあったんです。それに、30万円を払っていったクライアントがいるんですが、じゃあそれを、ビジネスを立ち上げて、事業を立ち上げて、ゼロの段階でそれをするべきかっていうと、私は絶対にそれはするべきではないと考えてます。で、じゃあコピーライティングそのものが不毛なのかっていうと、私はそこまで言うつもりはなくて、そうではなくて、コピーライターはコピーライターとして仕事があっていいんですよ。それは求められているから。ただ、私がですね、お手伝いしているクライアントさん、特に起業家や事業主っていう自分でビジネスをしている方は、コピーライティングを鍛えることを、その力を磨くことをするよりも、まずはビジネスを、しっかりと作り上げていくっていう、しっかりと自分を打ち出すことをするっていう段階なので、一つのコピーライティングっていうスキルを鍛える段階ではないんです。これをどうか知ってほしい。だからコピーライティングはいらないっていうことは、まさにこれから事業を始める、立ち上げていく、事業者、それからこれからビジネスをさらにより拡大していきたい起業家にとっては、これはコピーライティングよりも優先するべきことがあるっていうことです。じゃあコピーライティング、じゃあどういうふうに理解すればいいのか。我々はコピーライティングを学ばなくていいのかっていうと、ここまでではなくて、そこまで言うつもりはなく、そうではなくて、コピーライティングの型、入り口の部分だけでも知っておくといいです。で、特にコピーライティングの中にはですね、非常に有用な考え方っていうのがいくつもあって、例えば、3つのノットで知ってますか？おそらくご存知かもしれませんが、コピーライティングの世界では、自分が文章を書くときに、相手はこの3つのノットを持ってると思って書かなくちゃいけないっていうふうに決められてるんです。それは not read, not believe, not act っていう not read っていうのを読まない、not believe は信じない、not act は行動しないっていうことですね。で今だと4つのノットとか5つのノットっていう風に、ノットオープンとかっていうのをさらに付け足されてしてるんですけど、この考え方っていうのは非常に重要ですよね、ビジネスをする上で。だって自分がビジネスをする上で自分の、見込み顧客はもしかしたら not read, not believe, not act っていうことを前提にやっていった方がそれはいいですよね。自分の販売する商品を必ずしも、信じてくれない、こっちのセールスを信じてくれない、こっちが販売する商品を見ても購入してくれない、ノットアクトとか、こういったコピーライティングの基本的な考え方っていうのはビジネスにおいても応用が効くんですよ。で、例えば文章を書くってなった時でも、セールスのライティングの、基本的な型っていうのを理解しておくと、それは実際の、対面式のセールスであっても、ウェビナーやって実際にこの、カメラに向かって話すっていうセールスをするにしても、そのコピーライティングの型っていうのは一つ覚えておくと使い勝手がいいわけですね。つまりこの入り口の部分、コピーライティングの基本的な部分を理解しておくだけでいいんです。これからビジネスを立ち上げていく方はっていうことですね。で、コピーライティングを本格的に学ぶ段階ってなるとどういう人なのかっていうと、まさにコピーライター、ここを極めていきたい、ここを一つの道にしていきたいっていう人はコピーライターとして、その技術を磨いていくのは一つの選択肢です。で、これからビジネスを、立ち上げて、もうすでに自分これやっていきたいなとか、オンライン講座販売したいなとか、あるいは、別の何かビジネスをしたいなっていうんであれば、基本的なところだけ押さえておくっていうことが大事です。これは別にコピーライティングだけではなくて、他の全ての分野でもそうなんですよ。セールスに関しても非常に奥が深い。だからセールスに関しても、例えば対面式のセールスと、さっき言ったようなセールスのライティングっていうのも違うし、オンラインでのセールスっていうのも違うわけですよね。でさらに、セールスにおいてもその、セールスのフローを組み立てる、順序を組み立てるっていうこともあったらば、クロージングっていうさらに多岐にわたっていく細分化できるわけです。
だからこの全てを極めようとするセールスも大変なんですね。だからこの全てビジネスにおいて全てのスキルにおいて一つのことを極めるっていうよりは、その最初の入り口のところだけ抑えるべき部分だけ抑えていくっていうのが大事なんです。ライティングもそうだし、セールスもそうだし、あるいはこれ技術的なこと、スキル的なこと全てそうなんです。まずは基本的なところだけでいいから、それを抑えて実際に使っていく。で、それでさらに成果を出してさらに磨く必要があるなら、新しい知識を取り入れるなり、今までのコピーライティングの知識を深めるなりをしていけばいいんです。ということで、今回のテーマっていうのを振り返ってみたいんですけど、コピーライティングはいらないっていうことなんですけど、これはまさにこれから事業を立ち上げる人、起業家にとってはコピーライティングはそこまで深く学ばなくていいっていうこと。それよりも抑えるべき部分がありますよねということなんです。特に私これは主張しておきたいことっていうのは、お金っていうのは非常に大事なんですね。これは私のクライアントもそうなったんですけども、30万円出して、コピーライティングのセミナーに行っていた、通っていたって人もいるというふうに言いましたけども、30万円っていうのは最初のスモールビジネスにおいては非常に大事なお金ですよね。ある程度ビジネスが成長していけば30万円っていうのを経費として割り切ってどんどん使っていけるっていう段階になっていくけども、一番ビジネスを立ち上げた時の30万円って相当な金額なんですよね。で、その30万円の使い方っていうのは非常に重要なところで、コピーライティング一つにどっぷりと投下するよりも、それよりは例えば広告費に投じた方がよっぽど成果が出やすかったりする。Facebook 広告なり、例えばそれこそリスティングにしても、Twitter にしろ SNS にしろ別の広告に回すとか、あるいは必要なソフトウェアを購入するとかで、こういったところでまさに、深く学ぶよりも今必要なもの、ジャストで今必要なスキル、知識を必要なだけ集めて次へ進んでいく。ビジネスを成長させていく。で、その成長段階に合わせて技術を高めていく。コピーライティングをもう少し深く学んでみるっていうふうにしていくべきだっていうふうに私は主張しておきます。で、特に私これは、コピーライティングに関わらず、マーケティングに関してもそうなんです。私は今、中小企業、それから個人事業主の方に、マーケティングの情報をお届けしています。ばらまいてますね。で、ばらまいているんですけど、これを見てくれてるあなたにですね、もう凄腕のマーケッターになってほしいとは思ってないんです。そうじゃなくて、私がマーケティングの情報を仕入れて、検証しているので、それをうまい感じに使っていってほしいなと思ってます。マーケティングもウェブマーケティング、デジタルマーケティング、デジタルマーケティングが広い意味を持ってるんですけども、デジタルマーケティングっていうのを例えば極めようとした時に、そればっかりになると自分のビジネスがおろそかになっちゃうんですね。やってる暇はないんですよ。だからこの一つのこと、デジタルマーケティングの専門家になってほしいとも思ってないし、それこそさらに幅を狭めて、ウェブマーケティングの専門家になってほしいとも思ってない。で、ウェブマーケティングよりもさらに幅を狭めて、コンテンツマーケティングの専門家になってほしいと思ってない。そうじゃなくて、私が持っている、デジタルマーケティングの知識があります。経験があります。これらをうまいこと盗んで活用していってほしいなっていうふうに思ってるんですね。で、これからですね、また、マーケティングの話とか、使える実際の Tips、コツですね。これをお届けしていきますので、また何か、聞きたいことがあったりすれば、ブログのコメントなんかにですね、書いていただくと非常に高頻度で確認しているので、書いていただければなっていうふうに思ってます。ということで今回は、コピーライティングはいらないということでした。ちゃんとこのテーマの意味が伝わったらば嬉しく思います。ではまた次回ですね、Facebook ライブ配信で会いましょう。どうもありがとうございました。